はい、宇宙でございます。モンタージュ 2.0 になりましたよ。ねえ、今最初に弾いたねいろんなパフォーマンスもこれ 2.0 で入ってきた新しいパフォーマンスなんですけど、全部で99個入ってます。例えばねこの、CFX-FM-EP2 ってやつなんだけど、これねCFX-FM-EP2 っていう音は実はですね結構 CFX のグランドピアノの音が結構なパートを使ってたんだけど、これはね今回こう2つのパートだけでもこの音色が再現できているという。FM もちゃんと入ってきますね。もう素晴らしいですね。他にも紹介しましょうか。いっぱいあるんですよ 2.0 で。このねピアノのパッドの音、特にねこれベース、ベースの音が素晴らしいです。 FM の音、素晴らしくいいね。このモーションシークエンスのこの派手さがねたまりませんね。すごい。もうほんとね刺激的な素晴らしい音色が99パフォーマンスね追加されましたけど、他にもねすごい機能があるんですよ。一個一個紹介していきましょうかね。まず一つ目の機能、グローバルテンポ。これはね何かというと、実は最初のデモ曲でも自然にこうパフォーマンス切り替えてたんだけど、テンポが一定だったの分かりましたかね。例えばねここにあるDJ モンタージュ、これモンタージュで最初から入ってる音なんだけど、これテンポ125、例えば、このテックトロニックダブテンポ90なんだけども、これをね切り替えるとこのテンポとこれ切り替えると当然テンポが違うわけですよ。これをね実はねじゃあ DJ モンタージュのこのテンポ125、ここ押すとねテンポの画面に行くんだけど、ここにほらグローバルテンポがあります。これですね。これをオンにするとグローバルテンポ、今 DJ モンタージュのグローバルテンポ125をキープしたままテックトロニックダブに行ってもほら125がキープされてます。それによってこのテンポで変えるよ。変えるよ。こういうことになります。すなわちテンポをキープしたままパフォーマンスをどんどん切り替えれる。これはもう本当欲しかった機能ですね。素晴らしい。モチーフ XS、モチーフ XF、そして MOXF のパフォーマンスをダイレクトに読めるようになりました。今までねボイスでは、ダイレクトに読めたんだけど、パフォーマンスってアルペジエーターもねこう4つ同時になったりもできたんだけど、それが完璧にこのモンタージュ上で再現します。例えば有名なこのピアノエレクトロ、ね、こうアルペジエーターで切り替えもできますよ、こうやってね。もう素晴らしいです。これはもう完全に、
再現されている状態なんだけど、これね当然何もアサインもされてませんね。これね、ここに入ってる今データっていうのはこれ4つのボイスがいて、多分ね4つ目の音がこれはね、シンセパートなんでね、ここと3つが、ピアノなんですけど、このピアノエフェクトロ、せっかくモンタージュにコンバートされたんだから、やっぱりねスーパーノブにこういろいろギミックをねアサインしたいじゃないですか。これもね 2.0 でね素晴らしいです。完璧にできるようになりました。ちょっとやってみましょうか。エディットモードに入りますね。エディットモードに入って、これ今4つ目のエレメント、パート4のエレメントを見てますけど、これで自分がこう動かしたいパラメータ、例えばね、このピッチのコース、ね、大幅にピッチが変わりますけど、これを選んだ状態でここ見てコントロールアサイン、ここでポンと押します。すなわちコースがコントロールアサインでこの画面になるよ。じゃあスーパーノブにアクティベートしちゃいましょうか。これでこうやって動かします。そうすることによりこれで何が起こったかというと、こういうことができるようになりました。これね今までの 2.0 以前のバージョンだったらこれやるの大変だったね実は。こう中に入ってどのパラメータをアサインしてコードの方のとやんなきゃいけなかったら、今もう完璧に一発でできましたね。素晴らしい。これは料理の違いがあるね。しかもねこのモチーフ XS、XF、ステーブ XF のパフォーマンス、これはヤマハのサイトモンタージュのサイトに行くと全部揃ってますから、512音色全てありますから、もう楽しめますねこれは。さてエンベロープフォロワーっていうね機能がモンタージュにありますけど、エンベロープ、その他の音源で生成されるこの時間的変化をいろんなパラメータにアサインできるんですけど、これがね実に簡単にできるようになりました。例えばこの音、アナログっていう音ですけど、いい音ですね。これにね例えばじゃあ他の音源ということでドラムの音源をね足します。例えばここでねドラムの分かりやすいようにキックだけ、アサインしてみましょうか。これでアルペジエーターをオンにすると、これでキックが鳴りますね、こうやってね。でこれに対してこのキックに対してですね鳴ってますね、これね。これエディット入ります。エディットに入ってエフェクトのところにここのエンベロープフロアっていうのがあるんだよね。ここに分かりますね。これをポンって押します。そうするとほらエンベロープフロアでこうにこうね来てるの分かりますよね。こう生成されてるのがね、下に生成されてるのがこうエンベロープフォロワーのこのアウトプットのこの音量の変化なんですけど、これをねこれパッドにアサインしてパッドをこういろいろ動かしてみようかなと思うんですけど、パッドでエディットをします。ここでそうするとエンベロープフォロワーね、パート2にあるエンベロープフォロワーに対して何をアサインしますかっていうことなわけ。ここでここでパラメータをアサインしてしまいます。例えばここでいうところのカットオフ入れてみようか。そうするとほら来た来た。でこの量はここで決めます。反対にもできね。これは超簡単ですね。これもね今までのバージョンはねものすごい面倒くさかったの。よくやった。さてこの私の iPhone、 今ねこのモンタージュの AD インプットここに刺さってます。これによってここの AD インプットのオンオフでボリュームでこう
ね、iPhone から出てる音楽をこう鳴らせるんですけど、このようにこうオケを使いながら音色を切り替えながらっていうのをね、実際やる人いっぱいいると思うんですけど、私もよくやるんですけど、ところがね今までちょっと惜しかったんですけど、これねライブモードに切り替えるとこのようにねこうなっちゃうんですよ。これどういうことかというと、すなわちいろいろ音色が持っているセッティングにガラッと切り替わっちゃうわけ、リセットされちゃうんだよね。それをですねバージョン 2.0 でしっかりやってくれました。このねユーティリティのエフェクトのスイッチのところにこれグローバルエディ、これがあるんですよ。これをオンにすることによりこの音量感をキープしたまんま、これこういうことができるようになりました。これはね素晴らしい。私はもう待ってましたっていう感じですけど、 AD インプットはもうずっとキープするんで、例えばボコーダー使う人もいいだろうし、こういうふうにオケを使う人もいいだろうし、これは便利ですね。さてね、実はこの 2.0 でねちょっと小技の効いたね、こうかゆいところに手が届くね機能もあるんで、これ紹介しましょう。これ画面見てください。これねセッティング、ユーティリティのセッティングのシステムのところにあるんだけど、これブート、すなわち電源を入れた時に何を立ち上げるかっていうところ、例えばライブセットがいいのかパフォーマンスがいいのか、例えばライブセットの中のこのプリセットの何を選ぶのかとかね、何番のページを選ぶかとかね、これね選びます。すなわちすぐにもう始められる、すぐにライブを始められる状況になるってことですね。さらにですね、これもよくできてるんだけど、このモーションコントロールのこの画面、ビューの画面なんだけど、これ今までのもこういう画面だったんですけど、これがねなんとよくできてる。これ例えばスーパーノブを動かすと、スーパーノブはどのねパートを制御してるかとか、例えばこのノブの1番にこう1と2でこうねアサインされてるなとかね、モジュレーションホイールはこれだと 2番に行ってるとか、アサイナブルはこう1にこう行ってるんだなとかというのが分かるんですよ。こうやってよくできます。でしばらく何も触ってないと全体にふわっとこうねこういう状況になってる。今まではこの画面しかなかったんだけど、行き先がねちゃんと分かるっていうのがすごいですね。さらにその画面の中からすぐにエディットに行けるというね、これもよくできています。次にちょっと紹介したいのがですね、バージョン 2.0 以前のバージョン 1.6 で追加された機能なんだけど、私も非常に便利に使ってるんで紹介したいと思います。これね音色の画面でこれビューというのがあるのね。これビューってこういろいろこうやるんだけど、この音色におけるそのいろんな状態を例えばこの右サイドで見れるんだけども、でしょ。でこれでねこのパートを選びます、ね、そうするとこのパート、すなわち今パートの1のこのエレメントのバランスが出てるのよ。例えばこれでほらほらほら、例えばこの感じ、これくらいの量でこのいいなと思ったらこのままセーブすればもうこの音色のまんまセーブされます。これはねよくできてます。もう非常に便利に簡単に音色をエディットできるという面で紹介してますけど、これ当然ね FM もねできるんですよ。 FM この音ですけど、これでエレメントを選ぶとね、これ見てください。この FM のアルゴリズムとこのアルゴリズム8つのアルゴリズムのアウトプットレベルがここに出てるので、これで音量をいろいろ変えられるわけですよ。素晴らしい。バージョン 2.0 もう非常に便利に私も使ってますから、皆さんもね要チェックですよ。